オーストリア、ハンガリー、スロバキア、チェコ、ランドクルーズ、バスで巡る中央7日間の旅。乾杯。みんな待ってる。どこだろう。どこだろう。ランドクルーズは現地発着の観光バス旅行。飛行機代を含まないので旅程はカスタム可能。ウィーン市内着きました。もうすぐ8時だけど明るいね。明るい。なんかホテル綺麗、広いし。本当？よかった。広くない？ほもう広いね。すごいよ。反復横跳びできるくらい広い。では早く寝て、明日朝からウィーン観光でしょ。そう。すごい楽しみ。オーストリアの首都ウィーン。モーツァルトやベートーベンなど著名な音楽家が活動した音楽の都です。すごいね。これがハプスブルク家の夏の宮殿。栄光がやばい。ね。ウィーンを中心にヨーロッパ中部を支配したオーストリア・ハプスブルク家。彼らが残した歴史的遺産は今も多くの人々に親しまれています。これが大広間。大広間。いや、ここで舞踏会とかさしてたの？やってたの。うわー。皇帝一家の第2弾って何食べちゃうんだろうね。ね。少なくともお茶漬けとかじゃないよね。ここにナポレオン泊まってたと思うと不思議やね。ね今ここにいたんだね。ナポレオンだね。なんか歴史はすごい身近に感じる。あ、そう。ぐっと身近に感じるよね。お、スナポちゃん。ナポちゃんここに短すぎでしょそれ。当時だったら舞ちゃん処刑やね。処刑かな。処刑。勘弁してよナポちゃん。この辺も綺麗。なんかさ、部屋一つ一つに特徴があって面白いよね。面白いね。部屋から部屋へ。そう。じゃあ今お昼、これから自由時間。自由だ。ちょっとウィーンを散策しようよ。楽しみ。ね、行きましょう。行きましょう。行きましょう。
どこもかしこも美しいな。いやーなんか美術館みたい。うん。街の中が。ね。また映画の世界入っちゃった。そうだね。歩いてるだけでわかる。これオペラ座でしょ。かっこいいオペラ座。いや、ここはオペラとかクラシックとか。でもね、ここに入るのはやっぱね、ジャケット着たり。塩ビ服が。塩ビ服じゃない。ちょっとジャケット羽織るぐらいはした方がいいらしいから、今回の俺らは厳しいっすね。ダメか。お腹空いたね。お腹すいた。食べなきゃね。ウおィーン料理。ね。ウィーン料理といえばカツレツうん。食べたい。ね。1905年創業のフィグルミュラー。薄く叩き伸ばした子牛肉にパン粉をつけて揚げたシュニッツェルの有名店です。子牛のカツレツみたいな。子牛のカツレツ。うん。うわでかっ。だからとんかつじゃないんだよ。ね。ビーフだから。大きい方あげようか。はい。そう。ありがとう。いただきます。衣がきめ細かくて軽いからサクサクしてて油っぽくて美味しいね。美味しいね。上品。あとこのじゃがいももすごいし、ヨーロッパのじゃがいも美味しいよね。すごい好みなんだよね。もう味濃い。うん。じゃがいも自体のね。すごい。さすが芸術、音楽と芸術の都だね。いや、これはもう暴力これは美の暴力だ。殴られたよ本当。見て、ほら馬車の駐車場じゃん。ね。駐馬車場、ここ馬だらけ。こんなにいっぱいいるの。ウィーンのシンボルシュテファン大聖堂。この聖堂を含むウィーン歴史地区は世界遺産に登録されています。まるで歯が痛いキリストだって言って、からかった人が、本当に歯が痛くなって、こう謝りに来たら、歯が痛いの治ったっていう。いい道。やっぱカメラも喜んでますよ。カメラもね、もう私映すの飽きてたと思うよ。もういいよって。景色映せて、そう喜んでると思うよ、カメラも。ザハトルテ食べたいよね。それ食わなきゃウィーンに来たって言えないでしょ。そうだよ。ザハトルテ食わずして何がウィーンか。
それ言い過ぎ。それ言い過ぎですよ。ウィーン発祥のチョコレートケーキザッハトルテ。スポンジに挟んだアプリコットジャムが特徴です。このねザッハートルテをその無糖生クリーム、砂糖の入ってない生クリームにつける。でかすぎ。甘酸っぱい。そう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 、無糖生クリーム、それをつけることによってそのチョコレートの甘みと、アプリコットジャムの酸味と、生クリームのまろやかさが三位一体となって口の中で融合するんですよ。さすが先輩、デザートの対価すごいっすね。いやもう全然今まで食べたチョコレートケーキと違う、すっごい美味しい。アイスペンナー。アイスペンナー。ウインナーコーヒーってウィーンじゃ通じないんだよ。ああ、これだよね。コーヒーまで届いてる。唇真っ白になってる。ホイップクリームの滑らかさに驚くよ。きめ細かいクリームだから美味しい。ウィーンさ、クリムトの映画あるでしょ。ああ、それめっちゃ見たいんだけど、もう時間厳しいよね。今何時？今5時前。急遽クリムトの絵を見に。間に合うかな。6時でしょ。そうそうそう。まだ空いてるよね。かな。チケットまだ買えるのかな。見れなかったそれ。でも限りなく接近したって思えばいい。すげえポジティブだよね。オーストリアの画家グスタフ・クリムト。代表作「接吻」は国外に出ることはなく、ここでしか見ることができません。本物を見るとさ、ちょっと絵の具の盛り上がりとか質感とかさ、印刷じゃわからないとか分かってすごいよかった。あとあんな大きい絵だと思ってなかったね、よかったね。チケット売り場でクリームだーって叫んでよかったね。とりあえずクリームだ。そしたらさ、チケット売りの人が日本語喋れて2階にあります。そう。クリームだー。言ってたよね。そう。帰りはちょっトラム挑戦する？あそこにあるよ。でも切符買わないと。これでチケット買えたね。買えた。中にチケット売り場があった。外になかった。ウィーンでは毎日のようにコンサートが開催されており、音楽鑑賞もウィーン観光の醍醐味です。楽しみだなぁ。ね、本場ウィーンのサウンド。ここだよね。ウィーンコンチェルトハウスって書いてあるね。そうだよね。あ、チケットは、さっきオンラインで購入しました。先ほど買いました。演奏が始まる前にさ、みんなここでお酒飲むんだね。緊張してる。すごいね、いい席だね。オペラグラス忘れた。ウィーンのサウンドやばい。人間が
が出す音で一番美しい音を聞いた今日。音のまとまりやばすぎて。同じ感想だ。演奏してる人2人くらいしかいないんじゃないかと思った音がまとまりすぎてて本当すごかった、いやこれウィーン来たら何かしら聞いた方がいいね。の予定はまずはハンガリーのとのすぐ国境にある町ショプロン、ハンガリーのショプロンまでに行きます。ランドクルーズの旅はオーストリアからハンガリーへ。ヨーロッパの美しい村30選に選ばれたショプロンの町にやってきました。ハンガリー到着しました。すごいね。メルヘンの塔。メルヘンだ。日の見の塔だって。あれか。ファイヤータワー。なんかおとぎ話の世界入っちゃったみたい。可愛すぎてさ、なんかテーマパークだよね。完全に。交易の要所として栄えたショプロン。戦火を逃れた古い旧市街が今も残っています。これ名産のワインだ。ほら印刷されてる。ちっちゃいサイズもあるね。ね。かわいい。屋根が全部オレンジ色で可愛いね。可愛い。屋根からさ、めちゃめちゃ煙突出てない。使ってるの？わかんない。でも煙突の量すごいよね。すごい。一つの家に5、6個あるよね。でこういうさシュプロンとかこういう街に来れるのもツアーのいいとこだよね。あ、そうだよね。自分じゃなかなかね。ね。うわワクワク感、なんだろうこれ、さ想像してる通りの西洋の可愛い街が、ここに実現しているっていうので嬉しい。ハンガリーには驚くほど美しい街がたくさんあり、ジェールもその街の一つ。バロック様式の街並みが美しいエリアです。なんか街角の本屋とかも可愛くない？嬉しい。これこういうの注文通り注文通りに本屋。こういうのがあってて欲しかった嬉しい。一つのおかげでいろいろな国まで旅行できますので。ランドクルーズは日本語ガイド付き。現地の観光情報をよくご存知です。おすすめのレストランとかってありますか？レールでおすすめあります。こちらにあるアルピーレストラン、ハンガリーの料理だけではなくて他のヨーロッパの料理も食べられますのでおすすめします。でね、ハンガリー料理ならグラッシュという牛肉のスープが有名ですので、グラッシュが本当に美味しいです。これもハンガリーを代表する料理だって。これめっちゃ好き。ビーフシチューとも違くない？違う、なんかもっとあっさりしてる。もっとあっさりしてる。トマトスープに近いけど。なんかね、調べたらね、パプリカパウダーとか使われてて、そのトマトじゃないんだ。そう。
これがなんかハンガリーのビーフシチューみたいなあ、そうそうそう。言ってたね。柔らかいね。すごい柔らかい。びっくりした。今全然力入れてないよ。めっちゃうまい。この肉の柔らかさが、ちょっとすごいですよ。すごいね。美味しい。味付けも美味しいよね。癖なくて。そう。またこの席もいい。席いい。このなんかうん。陽気な感じ。いいね。癒される。なんか教会の形もさ、なんか丸くない？可愛い。入ってみる中。あ、なんかすごいなんか綺麗って言ってたよね、ガイドさんがね。あ、本当。うん。ここだ。開いてる？うちらウィーンから参加したけどさ、他の人はドイツから？ドイツからの人もいるし、多分ウィーンからの人もいるし、ね、そう自分のスケジュールでそうカスタムできるのさ、すごいよね。旅は道連れよ、情け。マジでそういうさことわざ好きだよね。甘酸っぱくて気温30度ぐらいあるからね今。そんなあるんかね。でも湿気ないからさ、そう、日陰入ると涼しい。ね、これで冷房キンキンのバスで休憩しながらお大臣旅行やね。お大臣ジェールを出発して約2時間、ハンガリーの首都ブダペストにやってきました。お、いいね。おしゃれやね。だってメリキュールホテルってさ、日本にもあるよね。国際ブランドでしょ。お風呂もなんかスタイリッシュ。今夕方5時？夜ご飯でも食べに行きますか。ちょっとそうだね。街離れてるんでしょ？いや、なんかここはね、ブダ地区でドナウ川を挟んで向こうがペスト地区。2つ合わせてブダペスト。そう。駅かな。ここが駅かな。電車乗ろう。電車乗る？電車乗ってペスト地区行こう。パンさん。値段決まってるんだね。そうだよ。900 900フォリント。これ乗る前になんかスタンプ押すらしい。あれじゃない？ちょっとさ、この辺でご飯食っちゃおうよ。ハンガリー料理といえば何？フォアグラ。あ、フォアグラあるかな。あったらフォアグラも食いたいね。なんか名物らしいよ。食べたい。ハンガリーは世界一のフォアグラ生産国。上質なフォアグラを安価な値段で食べることができます。
すごい薄そう。まろやか。でもそこまでしつこくなくて。ワインと合う？フォアグラ、確かに白ワインが合うというもんね。ハンガリーのもう一つの名産、トカイワイン。超甘口の世界三大寄付ワインの一つです。フォアグラを寄付ワインで流します。一応五七五だ。おお。ドナウ川クルーズあるんでしょ。うん。クルーズで夜景見ようよ。ああ、いいね。ね。ここのチケット買えたね。なんか川岸にいっぱいクルーズ船が止まってるから。うん。俺らここにした。夜10時だって。今日はブダペスト市内観光して、ちょっと自由時間過ごして、今日はスロバキアに行く。ハンガリー、そう、ハンガリーとはここでおさらば。そう。寂しいね。出会いと別れを繰り返してる。繰り返してる。でも午前中そうハンガリーだから楽しみましょう。B14の屋敷、ここですね。これはブルガリアの大使館です。ここは道の幅。ハンガリーはこの地に逃れてきた遊牧民マジャール人によって建国されました。聖イシュトヴァン大聖堂には初代国王イシュトヴァンの右手が収められています。
腹減った。お腹空いたね。ね、あれ食べよう。ハンガリーのデザート。ハンガリースイーツ、行っちゃいます？行こうよ。ハンガリーで食べてないからまだ。食べてない。なんかね、ガイドさんがこのドボスケーキと、これクレーメッシュ、これおすすめだす。初めて見るケーキだね。あ、硬い上。上キャラメルなんじゃない？上硬いよね。キャラメルキャラメル。しっとりスポンジとパリパリキャラメルがお口の中で共演して、ハンガリーパレードみたいな。うわ、うわー、何これ。クリームですやん。初めて、こんなケーキ初めてだな、本当に。ドボスもすっごい美味しかったけど、めちゃめちゃ美味しいんよ。ちょっとスイーツ評論家の俺がうなった。うなった。先輩をうならせるケーキ出てきた。ものすごくふわふわだよね。ふわふわ。雲食べてるみたい。最初雲の食感きて、その後さ、めっちゃめちゃ自然な甘さだよね。そう。すごい。これうなる。いや、ちょっと口の中入れた瞬間に幸せが、そう、わーってうわなるよーっつって、ね。クラクラってする。通り楽しいね。可愛いね。可愛い。なんか見る？雑貨とか。あるかなこの土辺。産。俺がちょっといい店探してあげようか。お、出ました。ここはちょっと先輩のお力を一つお借りしてですね。はい。ちょっとよさめな店に連れてってもらえませんかね。ブダペストのポストカード、さ、なんか質感もすごいの、高級そうな、このホテルグランドブダペスト、これすごい。これ買おう。いろんなアーティストのね、こういう作品を置いてるんだ。置いてるみたいで、それを30秒で見つけた俺。世界で一番美しい砦として有名な漁夫の砦。ブダペストの街並みが一望できます。おお、こっちもすごいじゃん。すごいね。気浮いてるやん。気浮いてる。このカフェすごいね。絶景カフェじゃん。でもさ、全然席空いてんだよね。座りたい、座りたい。窓際いいね。ハンガリーからバスで約3時間、スロバキアの首都ブラチスラバにやってきました。これテーブルをひっくり返したようなさ。ただエレベーターは上から足ってこと？4本足があって。あ、そういうなんだ。すごいね、このお庭。すごい綺麗。可愛い。不思議の国のありすみを感じるお庭。超なんか広大とかじゃないけど、なんかいいよね。いい感じにまとまってるよね。ひっくり返ったお城やバロック庭園がどことなく不思議な印象を与えるブラチスラバ城。丘の上から旧市街を一望することができます。まったり感がすごい。多分その地元の人が多いからかな。あ、そうだよね。観光客より。ね、そうだよね。なんか本当に昔の街にいる気がする。ね。可愛いね。可愛
まあじゃあ3ユーロとかだよ。3ユーロだといくら？まあ500円ぐらい。同じ色？統一感出す。素人はね、もういろんな色ここで使っちゃうダーッとね、素人はダーッとね。全部同じ色選んだ。そう。買いましたね。買いました。植木に誘う。どんな感じになったか写真撮っといてよ。そうだね。なんかこの先ね、スロバキア来たら絶対見るっていう、みんなが絶対見るっていう、マンホールの彫刻。マンホールから人が出てる彫刻があるんだって。そうなの？そうそうそう、それを見なきゃいけない。あ、そうなんだ。せっかく来たからね、スロバキア料理を食べたいですよね。食べたいです。この辺にスロバキア料理屋さんあるっぽくてさ、スロバキア料理ワク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 。どんなん来るかな。お店の感じも可愛いよね。可愛い。なんか民族風っていうか。スロバキア料理といえば、これハルシュキだって。ハルシュキ。ハルシュキ。どんな味？想像つかないんだけど、ミルクっぽい感じ。チーズ。チーズ。これはこのぷにょぷにょは何だろう。パスタじゃないの？めっちゃ濃厚なんよ。チーズが。これでね、チーズ好きにはたまらないと思いますよ。美味しい。これさ、完全にビールだね。チーズのもったり感あるから、このキリッとビールで流し込むのが最適解。しかもそのビールもかなり爽やかな味わいだから、いいね。ちょっと本当水みたいに流し込める。そう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 。これがなんかスロバキアの餃子みたいな。餃子みたいな。でこれサワークリームだ。で生地がすっごくもちもちで。中何入ってんの？こういうものだ。チーズ系の具材。スロバキア料理美味しい。うわ、お腹いっぱいだね。嬉しかったな、スロバキア料理食べれて。嬉しいね。あ、そのとなんか見入るもんだって。こう旧市街の出口だそこ。あ、そうなんだ。スロバキアを出発して5時間半、ついに旅の終着点チェコにやってきました。おお、ここが旧市街の入り口だって。から街に入るってワクワクするね。ね、すごいね。このかわいい。これモルダウなの？だって中学生の頃にさ、モルダウ歌ったよね。歌った。それに突然今出会ってびっくりしてる。美しき川よモルダウよ。中世の街並みをとどめるチェスキー・クルムロフ。チェコで最も美しい街と呼ばれ、世界遺産に登録されました。
ナチュラルにこの世界観すごーい。ドラクエ。ドラクエ。この街探索しなきゃって思ったもん。家に入ってタンス全部開けなきゃっていう思ったもん。この上行くと何、城に行けるわけ？後ろ行こうよ。入場。お城？お城、王様に会って、うん、クエストもらわなきゃ。あ、もう橋の上来たんだ。そうだ。おお。左やばい、左やばい。左は見ないようにしよう。なんで？左は見せないようにしよう。左は来た人の楽しみ。そうそうそう。みんなの楽しみを奪っちゃいけないよ。いやいやいや、君だよ。おお。すごいね。すごい。この川の中に街を作ったんだね。そう。美しいね。モヒート。いいよ、飲みな。珍しいね、お酒飲むなんて。潰してくれてる。濃いモヒート。すんごい爽やかで、うん、めっちゃうまいよ。本当？モヒートが、目の方まで来た。ふわーって。それさ、水分不足なんじゃん。完全に。うまい。なんか川沿いとかでご飯食べたいね。素敵やん。モルダウ川沿いでしょ。うん。モルダウ川沿いで食べれるのいいね。右ひっくり返さないと。やばいやばい。いただきます。力強いチェコの肉って感じ。うん。うまい。野生にあふれる感じ。ね。あとこれ。スバチコバ。そう、代表的なチェコ料理。スビチコバは野菜と生クリームでソースを作り、フルーツジャムを添えて食べる肉料理です。ものすごいね、柔らかくて、上品なお肉がね、このフルーティーなベリーソースで、爽やかに仕上がってる感じ、超美味しいよ。なんかさ、素敵なお店が多すぎて逆に入れなくない？素敵なお店ばっかだから。お土産でバスソルト買おうかな。ね。ミント、ローズマリー&タイム。これチェコで有名なお店らしいから。いいやん。これ買おう。これ。じゃあこの後はプラハか。これから早速プラハ観光始まったね。ね。めっちゃかっこいいね。やばい。ブラッドボーンじゃん。ブラッドボーンの世界じゃん。ダークファンタジーの世界がね、実は一番好きなの。だからね、プラハ観光めっちゃ楽しみなんですよ。マトだから。マトって呼ばれてる。お、来たよ。しびれるね。やば。めっちゃかっこいいやん。その昔、魔術に傾倒した王様がヨーロッパ中の魔術師、錬金術師を集めたという首都プラハ。この町にはまだ古い魔法が息づいているようです。ちょっと中も見て、撮れないけど楽しみましょう。これ
何かわかる？わかんない。今までいろいろ見てきたもんね。わかんない。これゴシック。そう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 。ツンツンしてるでしょ。塔が装飾的で、ゴシックよ。当たっててよかった。錬金術師が住んでた。そうそうそう。だから黄金の神ちゃん。黄金を作るからね。で、フランツ・カフカも住んでたんだ、ここに。ここだってカフカんち。半年ぐらい住んでたってね。びっくり。かわいい。チェコのしおりだって。プラハのしおり？うん。こうほらこういう風にこう。そう。こうなんの。可愛いね。可愛くない？ほら、コウモリと月がいい。断然コウモリと月。この3つ。3つ買いますわ。これチェコでもここにしかないって。ね。この黄金の小道。こんなしおり初めて見た。プラハ最古の橋、カレル橋。橋の両側にずらりと並ぶ彫像。聖ヤン・ネポムツキー像の台座に触れると幸運が訪れるという伝説があります。この重厚感たまんないっすね。いや、黒いのがいいよね。いや、めっちゃかっこいい。なんかプラハってこんな華やかなんだ。馬車もいてさ、華やかな街。ヨーロッパ楽しい。やっぱ全然違う文化圏だからめちゃめちゃ面白いよね。冒険じゃんこれって。そう。文化って素晴らしいな。素晴らしい。文化って本当に素晴らしい。大事にしなきゃいけない。ほんまそう。お腹空いたからさ、さっきガイドさんからおすすめしてもらったお店。リーズナブルなチェコ料理のお店があるんで。そう。あれどこだっけ？この辺？この甲冑の。甲冑目印。プラハのグラーシュも美味しそう。パンに入ってるのがさ、いいよね。いいよね。ジブリ飯っぽくない？確かに確かに。わ、匂いがいい。すくい取った瞬間の匂いがすごいいい。うまい？ビーフシチューの味かなって思ったんだけど、パプリカパウダー使ってるグラーシュの方のちょっと辛しょっぱいみたいな、そういう感じの癖になるやつ。パプリカパウダーうまくない？じゃあ俺今年一番ハマってる食べ物はグラーシュだから。ローストポークかなこれ。ポーク、お肉と生クリームを食べるってなんか発想がさ、いいよね。いいよね。なんかもう見るからに美味しそうだもん。美味しそうだよね。柔らか出た。これで生クリームとジャムつけて。生クリームと食べることでさ、まろみ、出て美味しいね。なんかシチューみたいだよねこれは。ガイドさんがおすすめするだけあるね。美味しい。
でもさ、うんここの内装がさ、う錬金術をイメージしてて、もうすごい好すき。ワクワクする。やっぱ押し出すよね。押し出す魔術っていうのがめっちゃいいです。こうね、右曲がっていくとね、いいフォトスポットがあるって、ガイドさんに教えてもらった。ガイドさんに教えてもらったんで、知ってこよう。あ綺麗だね。ー、すごい綺麗。これもモルダウっぽいよ。あ、そうなの？多分。うわ、素敵。ね、川の上でみんなカフェお酒飲んで。さあ、今日は土曜日だからみんなビール飲んで過ごしちゃうね。つうかジョッキでかい。でかいでかい。ビールのジョッキでかくてびっくりした。ここじゃん、ここ。ここすごいね。カレル橋とう平羽城が一緒に拝める場所。いろんなお店あるね。ん。うん。マノカフェ。ビールのうん。シャンプー。とシャワージェル。これお土産にする。これにする。テストあるよ。ちょっと頭洗ってみる。ちょっとビールっぽいね、ビー顔。ルっぽい。ちょっとビールっぽいよね。面白いね。ね。あとリップバーム。ビールの味するのかな。そしたら面白いよね。ビール有名だから。ビール製品のいろいろ。面白くない？面白い面白い。珍しいよね。いや、みんなさ、プラハだとアイスクリームみたいなやつそう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 。食べてるよね。チムに。チムニーのね、名店があるらしいからね。チム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 にチムチムチム。私は煙突掃除屋さん。っていうように煙突をイメージしたお菓子なんですよね。ぐるぐる巻いてるからね。バランスがやばいんよ。カップが浅すぎてバランスがやばい。確かに。なかなかたどり着けないよこれ。たどり着くまで大変だよこれ。美味しい？おいしい。まさかカッカ生誕の地に来れるなんて思わなかったよ。聖地巡礼じゃん。今回私の中で聖地巡礼の旅だな。いい感じのパブがこの辺に結構いっぱいあるらしくて。でも大人しか入ったらいけないんじゃないのパブって。いやいや。行きますか。ビアで乾杯してこの旅の健闘をたたえ合いましょう。今回もめちゃめちゃいい旅したね。オーストリア、オーストリア、ハンガリー、スロバキスロバア、キア、チェコ。まあ、約1週間ぐらいの旅、濃厚だったね。すごい濃厚だった。いや、本当いろんな体験したね。世界が広がった感じがした。ね。自分の世界。またなんか参加したいね。ね、そうね。面白かった。めっちゃ面白いもん。